こんにちは。今回は宿題についてのお話をするよ。宿題の意味や困っている人のアドバイスもあるから、ぜひ最後まで見てね。まず、宿題が出される理由から説明するよ。宿題には、習ったことが身についているかの確認をしたり、繰り返し練習をして身につけたりする働きがあるんだ。また、塾などに行っている人は学習する時間があるかもしれないけど、習い事をしていない人は自分で学習する気持ちになれない人もいるかもしれないよね。だから、みんなに同じように勉強をする時間を作るという働きもあるんだ。ただ、D ラボの考えとして宿題を一言で表すと、宿題とは先生との約束と思っているよ。宿題が出ることは大体わかっているだろうから、めんどくさいと思う時でも、何とかして終わらせようという気持ちを持ってほしいと願っているんだ。逆に、どうしても終わらないような量の宿題は、無理な約束をしているようなものだから、それは先生が気をつけなければいけないことだと思うんだ。宿題について、いろいろ思っていることはないかな？習い事がたくさんあって、宿題をする時間がありません。という人も多いかもしれないね。将来の夢につながるような習い事もしている人もいるだろうし、習い事を優先したいと思う気持ちはすごくわかるよ。でも、さっき、宿題は先生との約束と言ったように、宿題も大切にしてほしいんだ。一気に全部の宿題を終わらせようと考えると難しいよね。習い事は曜日が決まっていることも多いから、習い事の前にはこれをして、ご飯の前にはこれをする。残りはこの時間にする、などと、どうやって時間を使うか考えて終わらせてみたらどうかな。こうすることで、時間を上手に使う力も身についていくと思うよ。時間を使う力は大人になってからもすごく大切なことだから、その練習もできて一石二鳥だね。ちなみに最近は毎日の宿題ではなく、1週間でここまで終わらせましょうというような宿題の出し方もあるみたいだよ。また、将来はスポーツ選手になるので勉強は関係ありませんと考えている人はいないかな？将来の夢がはっきりしているのは素晴らしいし、それと宿題が関係ないと思う気持ちもわかるよ。ただ、面倒なことから逃げない心を育てる、基本の練習をコツコツ続ける力を育てるという意味では、宿題も将来のためにとても役立っていると思うよ。サボりたいと思ったけど頑張ったという経験は、きっと心を育ててくれるはずだよ。一番困っていそうなのは、わからない問題がたくさんあって、宿題が終わりませんという人だと思うよ。やらないといけないと思っているからこそ悩んでいるんだね。なんとか解決してあげたいとアドバイスを送るよ。反対意見もあると思うんだけど、何問か答えを見るのも一つの方法だと思うよ。答えを見るのはダメだ、ずるいと思うかもしれないね。でも D ラボでは悪い答えの見方といい答えの見方があると思っているんだ。今からその違いを説明するね。例えば、掛け算の筆算。答えだけを書き写すのは当然悪い答えの見方だ。早く終わるかもしれないけど、何の力にもならないね。最初に言ったように、宿題は先生との約束だとしたら、こんな宿題のやり方は悲しいね。じゃあ、途中の式も書き写しているこれはどうかな？実は、これも良い答えの見方とは言えないんだ。でもここで、なんでこの数字になるんだろうと考えて納得できればいい答えの見方だと思うよ。まだ習っていない人は一緒に考えてほしいんだけど、4年生で学習する分数の足し算。最初の2問の答えを見たとするよ。これを見て、なんで答えがその数になるのか考えてみよう。あれ？分母の数は、分子はと気づくことはないかな？分母はそのまま、分子は足し算をしていることに気づけば、次からの問題は自分で解くことができるんじゃないかな？ 6 年生の分数の掛け算ではどうだろう？最初の2問で気づくことはあるかな？分母は
分子はと見ていくと、分母同士、分子同士をそれぞれ掛け算していることに気づいたかな？これに気づけば、掛け算さえできれば、5年生より下の学年でもこの問題を解くことができるかもしれないね。つまり、答えから決まりを見つけるような答えの見方ができれば、わからないから適当に答えを書いたり、何も書けずに宿題をしなかったりするより、答えを見ることは悪いとは言えないと思うよ。ただ、答えを見なくてもスラスラできるようになるのが一番だね。そうなれるように D ラボチャンネルでは楽しく覚えられる裏技や学習に使える小ネタなどをたくさん紹介しているよ。これからもどんどん配信してたくさんの人に楽しく学習してもらいたいから、ぜひチャンネル登録をしてね。最後まで見てくださりありがとうございます。動画を面白いと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは学習や生活の中の謎や疑問を解決していきます。また、すぐに使える小ネタなども用意しますので、リクエストがあればお気軽にコメントしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。